だいたい10キロぐらいです10キロぐらい。かね。だからインパクトはあるよね、この方が。全力で盛り上げていきます。全くもってその通りだと思います。まあいい相撲も取れてたんですけど、不甲斐ない結果になってしまったんで。お疲れ様です。お疲れ様です。今から何をお作りになられるんですか？今から千秋楽パーティー用のちゃんこを作りたいと思います。なんかすごいお客さんがすごい多いみたいですが、そうですね。何名分ぐらい作られるんですか？今回200人前ぐらい。はい。あ、すごいですね。じゃあよろしくお願いします。こちらお肉は何キロのお肉ですか？だいたい10キロぐらいですかね。10キロぐらい。10キロ。やべ、くっついてもってる。あは。10キロじゃ効かないな。15キロ、16キロぐらいあるかな。人生で15キロの豚肉を挑めた人って何人ぐらいいるんですか？まあ少ないでしょうね、僕含めて。今日はどんな味付けのちゃんこを作るんですか？今日は塩ちゃんこですね。塩ちゃんこですね。塩味の豚塩ちゃんこ。ああ、美味しそう。麺屋さんでちゃんこレパートリー何種類あるんですか？いや、どうなのかな。塩醤油味噌。どうだろう。ピリ辛とか。まあ気分によって。基本はその3つが主となるんですか？塩、醤油、味噌か。そうですね。いやでも何でもしますよ、本当に。なんだろう。なんでも。あんまうちってちゃんこそんなに作るんですよ。普段。本当味噌汁とかそんなんばっかしかしない。今の水は何リットル入れたんですか？今のは20リットル。20リットル。モデル10人分の水ですね。モデルって1日2リットル飲むみたいな。ありますね。もっと飲むんじゃないですか。深夜さんでどれぐらい水分取れます？俺全然取らないんだよな。なんか水飲まなきゃって思うんですけどね。水大事ですよね。こちら今日のちゃんこはこの
これはうちの大竹部屋の世話人さんでユオさんっていう方がいたんですけど、はいそのUFO さん流のちゃんこスープ、これ今はもう売ってないんですけど、これを入れて今回は今日の味付けはこちらで。はい、これ入れるだけで本当ご家庭でも本格的なねちゃんこの味を楽しめるという、イオンのスーパーとかでも売ってたんですけど、相撲のお土産とかにねついてたりしたんですけど、もう販売はしてないみたいな。貴重なそんな貴重なお味を今日のお客様は食べれるわけですよ。そうです。もうちょっとだ。お、いける。一回このアクをアクってなんで取るんですか？なんで取る？何でこうどういう理由で？どういう理由でそれはその人はなぜアクを取るのかっていう哲学的な意味でこの味に関係あるのかなと思って。いやなんか嫌じゃないですかあ、なるほど。別に取らなくても。いやどうですかね。なるほど。これ一回炒めてんで別に大したほっときゃ消えるんですけどね。あ、そうなんですね。いやわかんないですけどいやそういうもんだからなるほど。アクは取るものということですね。取るもんですよ。なんか深いな。深いな。そういうもんなんですよ。人生と一緒っす。なるほど。はい、これ意味あんのかなって思うことでも、後々ね。ね、人生において何が意味あるかなんて分かんないじゃないですか。わかんないです。無意味だなとかさ、こう思うことってあるじゃないですか。ありますね。でもまこう振り返った時にあ、あの時アク取っててよかったなってそういうことですね。そう思う時がねいつか来るんですよ。だから死のもの言わずにアクを取れっていうことです。アクを取ると。その方がかっこいいしね。そうですね。いや、アク取らねえんだよなっていうやつよりそういうダサいですから。それはダサいですからね。すかしてるやつはそうやってお酒を日本酒。これはどのぐらい入れるんですか？もうこれはタラーっとタラーっと。ドバドバーっと感じですね。おー。よし。大根と人参ははい。火が通りにくいんで先にあ、なるほどなるほど。味付けをする前に入れてしまいます。よいしょ。これは人参ですか？これ人参です。へえ。ちょっと特別な人参。特別な人参。金色の人参。ほら。これはこれも淡路島からの、淡路島。へえ。こんなのあるんですね。はい、美味しい野菜をたくさん差し入れいただいてありがたいですね。ありですね本当に。これどうですか？今日のちゃんこは。でも新屋敷さんの作るちゃんこが美味しいんで多分みんな喜んでくれると思います。どうですか、白木さん。みんなお笑顔ですよ。このようにするためにアクを取ってますね。みんなの笑顔を見たいから。具材は他に何が入るんですか？今日はキャベツ、白菜、小松菜、水菜、薄揚げ、えのき、しめじ、具沢山ですね。具だくさんですね。もう入れたら入れるだけこれでちゃんこスープ。ちゃんこスープ。
ドバドバーっと。これ6倍濃縮なんでね。おお。7倍濃縮だ。お、めっちゃいい匂い。これは今何を入れたんですか？これはホワイトペッパー、ちょっと胡椒を効かしてホワイトペッパでっかいコーンが入ってる。ー、ミートボール、これは業務スーパーの。これ何キロぐらいですか？これ4キロ。 4キロ。よし、これで一旦置いといて、はい。また時間近くなったら野菜を入れていくって感じで。ありがとうございます。はい、キャベツ、おつ、これ待って、キャベツ切ったん誰？キャベツ切ったん誰？はい。でかすぎ健太、これは。うん、めちゃくちゃでかい。なんか志田さんの指示通りになんかポンポン切ってってって言われて。これはでかいわ、ちょっと。白菜、食材の絨毯や。はい。あ、そうです。食材の絨毯。食材の状態がああ、いいっすね。もやし一回。めちゃくちゃ合うな。野菜はしなりますんでね。こんぐらい山盛りになるぐらい持ってあげないと、火が通ると野菜消えちゃうんですよ。本当消えてなくなるんで、こんぐらい山盛りに持ってあげると。すげえ。これちょっとやりすぎかな。野菜のチョモランマや。はい。多分こんだけ入れるとちょっと薄くなってると思うんで、味が。またちょっと火が通ってからまた味見て。でもほら、もうしんなりしてるでしょ、だいぶ。だいぶ低くなってきましたもんね。野菜が茶臼山になってもだろ何を言ってはるんですか。余すことなく使っちゃおうってことで。やばいね。水が水菜。あ、インパクトあるよね、この方が。
でも美味しいよ。うん、ちょっと甘みがあって野菜のね。美味しい美味しい。うん、ちょっと塩いるかもわからないけど美味しい美味しい。うん、全然美味しい。これでちゃんこ完成です。完成。じゃあ皆さん、それではこれより、平成8年度ですね。令和です。皆さん関西人ですよね。ツッコミちょっと鈍ってませんか。令和8年度、大阪場所竹部屋、打ち上げ式を、始めたいと思います。天気の悪い中、たくさんの方に、このジムおじさん、この会場にお越しいただき誠にありがとうございます。おかげさまで無事に、大阪場所千秋楽を迎えることができました。成績は、勝ち越しは、2名です。はい。ただ、力士たち一生懸命、頑張りました。一勝するのって本当に難しいんです。はい。自分も解説とかやって偉そうなこと言ってますけど、本当に一番勝つのって本当に紙一重なんです。一勝15勝するのも15連敗するのも本当に紙一重の世界でみんな戦ってます。自分はもっともっと、各力士、もっとこう底上げ、土俵でしっかり、した相撲を取って皆さんに喜んでもらえるようなそういう姿を見せれるよう自分もしっかりサポートまた指導していきたいと思っております。これからも大竹部屋をそして力士たちのことを応援ご指導ご鞭達また自分もまだまだ未熟なところもたくさんあります。至らないところもたくさんあると思いますが一生懸命力士とともに成長してまいりたいと思いますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。力士一人ずつ、声をもらおうと思います。じゃあ王鵬から。皆さんこんばんは、幕内の王鵬です。今場所は不甲斐ない結果になってしまったんですが、来年また番付上げで帰ってこれるように精進していきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想をお願いします。いい相撲も取れてたんですけど、不甲斐ない結果になってしまったんで、またしっかり頑張っていきたいと思います。今場所で得たものというか感じたことってありますか？毎場所一生懸命やってるだけなんで、場所ごとにっていうのは特にないですけど、しっかり777のも久々でしたし、しっかり集中してやっていかなきゃなと思いました。ありがとうございます。お疲れ様でした。皆さんこんばんは、幕下の無道です。今場所は3勝4敗で負け越してしまったんですが、前出る相撲を取れてたので、しっかり来場所に向けて気持ち切り替えて頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想をいただければと思うんですけど、今場所は、負けた相撲もしっかり前出て叩き込まれたりだったりとかっていうのが、勝った相撲もいい相撲だったんで、負け越しはしたんですけど、気持ちを落とすことなく来場所に向けていけるのかなと思います。
今場所でこう感じたことというか、得たものというか、そういうのってありますか？そうですね、最近しっかり手を伸ばすで前圧力かける立ち合いからっていうのを意識して、それが場所でもできたと思うので、何かもう一つバランスだったり安定感だったりっていうのを課題も見えてきたので、そこもう一つ何かつかめれば自分の中で変わるのかなっていう兆しが自分の中で感じたので、しっかり稽古していきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんこんばんは。3段目の大師会です。今場所は2勝5敗という残念な結果で終わってしまいました。来場所はもっと大勝ちを目指して頑張っていきます。来年もっと番付を上げて頑張っていきます。大新会さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想をお願いします。はい、今場所は2勝5敗っていう残念な結果で終わってしまいました。初日から4連敗してしまって、ストレート負け越ししてしまって、自分でもまだ弱いなっていうふうに実感しました。4連敗してから、その後2連勝したんですけど、最後負けてしまったんですけど、全然本当に怪我とかそういうのじゃなくて調子良かったんですけど、噛み合わないというか、自分の中でなんか嫌な方向に持っていってしまったので、そういうのが癖なんで、そういうのをまだ今後の場所でも、出さずに負けでも一番一番自分の相撲を取り切るっていうのを心がけていきます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんこんばんは。ナヤです。今場所は4勝3敗で勝ち越すことができました。この調子でどんどん番付を上げていけるように頑張りますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所についてちょっと感想をお聞かせください。今場所は、4勝3敗で勝ち越せたんで、良かったと思います。最後、4勝2敗で負けてしまったんで、悔しさは残るんですけど、また頑張ります。この場所で得たものというか感じたものってありますか？しっかり体も動いて、前に出る相撲取れてたんで、来場所も引き続き、最後負けた相撲も負けはしたんですけど、しっかり手が伸びて前に出れたんで、来場所もそういう元気のいい相撲が取れるように頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。皆さんこんばんは。3段目の小鉄です。今場所は3勝4敗と負け越してしまいました。来場所は大勝ちできるように頑張ります。来年は番付を上げて帰ってきます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想をお願いします。今場所はそうですね、悪いところがいっぱいあって負け越してしまったので、その悪いところを直して来場所に向けて頑張りたいと思います。今場所で得たものというか感じたものってございますか？やっぱり引かれて落ちちゃって負ける相撲が多かったので、まずは足を出して腹筋に力を入れて、その下半身と上半身の強化をしていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんばんは、序二段の新屋敷です。今場所は負け越してしまいましたが、来場所は勝ち越して、また来年番付を上げて帰ってくれるように頑張ります。よろしくお願いします。新屋敷さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想をお願いします。はい。今場所の感想。はい。3勝4敗で負け越してしまって、残念です。今場所で得られたものというか、なんか感じたものってありますか？そうですね、やっぱり稽古場で良くないことがやっぱり
癖でねこう出てしまったり、もっとこうした方がいいっていう、こうしたもっとこう攻めた方が次につながるんじゃないかっていう相撲があったので、まあそこをねまた来場所に向けて稽古場でしっかり稽古できるように考えながら稽古できるように頑張っていきたいです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ジョニナンの酒井です。今場所は4勝3敗とおかげさまで勝ち越すことができました。来場所も勝ち越せるように頑張ります。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想をいただきたいと思うんですけれども、4勝2敗で迎えた千秋楽、負けてしまって4勝3敗になってしまいました。最後勝てば来場所3段目に戻れたんですけども、最後負けてしまって悔しい気持ちでいっぱいです。また来場所も勝ち越せるようにまた一日一日頑張っていきたいと思います。今場所で感じたこととか得られたものってありますか？そうですね、宿舎が去年までのところから新しく池田市というところに変わって新しい土地だったんですけども、皆様方に協力していただいて、住職さん、事務員さんの住職さんだったり、本院さんの住職さんだったり、商店街の方々だったりとか、皆さんによくしていただいて、池田市の皆さんによくしていただいて、温かいご声援いただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。森浦です。今場所は2勝5敗でしたんですけども、先場所より一番多く勝ててよかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想を、お願いします。今場所は2勝5敗だったんですけど、先場所は1勝6敗だったんで、先場所よりは一つ多く勝てて、であと久しぶりに勝てる勝つ相撲を取れたかと思います。今場所で思ったことというか感じたことってありましたか？先場所を振り返って前に出れてなかったなって思ったんで、今場所は前に出るようにしました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんこんばんは。序ノ口の須崎です。今場所も、休場してしまったので、一日でも一場所でも早く復帰できるように、精進していきますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。今場所の感想を、はい、今場所も休場ということで、最後一番だけの出場だったんですけど、白星できたので良かったです。白星の内容っていうのは、前に出る相撲で勝てたので良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ここでですね、研修生として入りました。まだ入門はしてないんですけども、ここから研修して、どうなるか大丈夫じゃあ自己紹介して。皆さんこんばんは。大竹部屋で研修させていただいているモンゴル出身のラオバースレイ・メンガベルと申します。よろしくお願いします。皆さん、このまま彼が無事研修が終わって入門となれば、来年のこの大阪場所、が初めて番付に乗る最短の時になりますので、まだ今研修中なので、皆さんぜひ
ろしくお願いします。お疲れ様です。今場所の、感想をお聞かせいただければと思うんですけれども、15日間なんとかやれたということで間違いなく、ね、仕事もしっかりできたかなとは思ってますが、ね、毎日2番やってるけれど、その日によって三役を呼ぶ場合は、ね、2声だったり1声だったりあるんで、それが一番大変だったかなと思いますね。わかりました、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。今場所について、感想をちょっとお願いしたいんですが。そうですね、部屋のお相撲さんも全体の含めての、大阪場所15日間が無事に終わってよかったと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。今場所の感想をいただければと思うんですが、今場所の感想はどうでしたか。結果ね、大竹部屋としての成績はね、ちょっと残念ながら皆さんの期待に添えるような成績は残せなかったんですけどもね。でも負けた相撲でもね、みんな若いしでも相撲内容としてはねすごくいいんで、気持ちを切り替えてね、来場所にまた精進してほしいなとは思いますね。わかりました。ありがとうございます。お疲れ様です。どうですか。はい。どうですか、この千秋楽パーティーの様子は。たくさんの方にお越しいただいて、足元が悪い中、たくさんの方にお越しいただいて、すごいありがたい限りです。まだ始まったばっかりなんで。はい。パーティーがですか。はい。盛り上げていきます。全力で盛り上げていきます。全くもってその通りだと思います。悪いな。悪いっすね。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所の感想をお寄せいただきたいんですけれども。そうですね、本当に大阪場所初めての自分が師匠になって大阪場所で本当に、力士たちも初めての場所で、ただその中で本当に地元の方たちだったり文枝師匠もそうなんですけど、住職、地元の人たち、商店街の方もそう、市長も本当にたくさんの方たちに支えられて生活しやすく過ごしやすいように自分たちのやってくれたので、そこは本当にもう感謝しかないですね。場所前の稽古から、本当にジメおじさんと本陽寺さんの奥様たちが率先して稽古見学の人員整理とかを本当にやっていただいたので、たくさんの方が本当見に来ていただいて中で、大きい混乱もなく本当力士たちが稽古に集中できるようにやっていただいたのは本当にありがたかったですね。場所始まってからは力士たち一人一人、そうですね、王鵬も、7勝8敗で最後負け越したんですけど、ただ星以上に、吉野富士戦だったりとか、あと青錦戦だったりとか、そういう、やっぱり輝ける相撲っていうのもやっぱりあったので、
もう少しそういうところをしっかり継続して、一番本人が悔しいと思ってるので、彼は自分が言わなくてもしっかりこう自分で考えて追い込んでやっていくタイプなんですけども、自分もやっぱりもっともっと強くなってほしいんで、そういう思うところはしっかりと自分も伝えていって、これから、もっともっと強くなってほしいなって思いますね。無道法は、無道法も今回3勝4敗と負け越したんですけど、本当惜しい相撲って言ったら負けは負けなんですけど、内容は良くて土俵際ではたかれたりとか、そういう相撲が多かったので、そうですね、そういう本当に細かいところ、精度というか最後の勝負どころ、そういうところっていうのをもっと厳しく勝ちきれるように自分も稽古場からしっかりと言っていきたいなっていうのは思いますね。で、大震災、今場所ちょっと本当に初日とかいい相撲だったんですけど、ちょっと勝ちきれなくて、そのままちょっとこうずるずると連敗してしまったんですけど、そこからの2連勝して、最後もちょっと負けて2勝5敗だったんですけど、彼ももっとこういい押し、突き押しっていうのも持ってますし、稽古場の力というのを本場所でもっと出せるように、そこは自分も基本的なところから行っていきたいなっていうところはやっぱ虎鉄も一緒ですね。膝もちょっと悪いんですけど、基本的なやっぱり四股すり足、腕立てとか、そういう基本的なことっていうのをもうちょっと虎鉄は膝の使い方だったりとか、あんないい体してて、やっぱ相手に圧力が伝わりきれてないところがあるので、そこは本人も悔しいと思うので、そういうところをもうちょっと、しっかりやらせて、そうすると体の使い方とかも自然とできてきて、もっと体が生かされるような相撲を取れると思うので、そこを期待したいですね。内容は、4勝3敗、勝ち越しはしたんですけど、最後の相撲、内容もそうなんですけど、本当土俵際、突き落としで惜しい相撲だったんですけど、彼もそういう土俵際の怪我とか痛いところ、そういうところはみんなあると思うんですけど、そこをうまく付き合いながらしっかり稽古場での力を本場所で出せるように、自分ももっともっとこう稽古場で、行っていかないとなって思います。本当もう少し頭つけて相撲を取れるとだいぶ相手にこう力伝わるんで、そういうところも行っていきたいなと思いますね。新屋敷は動き良かったんですけどね、3勝4敗で、また彼も、しっかりこう稽古場での、その相撲の流れの1、2、3、4、5ってこう続けてしっかり攻めるっていうことがまだちょっと1ってこう一つ一つの攻めになってしまうところがあるので、それが1、2、3ってこうつないで攻めれるように、そういうところは、もうちょっと行っていきたいなっていうのを稽古場で、思いますね。酒井ですね。酒井も勝ち越しはしたんですけど、前に出る相撲っていうのを、上半身力強いんで、もっとこう絞り上げて前に出る相撲、後ろに下がってしまうとどうしても淡白な相撲になってしまうので、もう前に前にっていう相撲を、しっかり取らせるように。でも勝ち越せたのは良かったですけどね。森浦ですね、負け越しはして2勝5敗なんですけど、2番しっかり勝てたんで、その相撲はすごく良かったので、
本人も頑張ってもう一度勝ち越しっていうところを目標にやってますんで、そこは自分も、しっかり森浦のできることっていうのをしっかり、やらせて、もうその少しもうちょっとその先、できるところの少し先をこうできるように勝ち越し、させてやりたいなっていう、そういう思いですね。須崎はまだ首の怪我も安全じゃない中で、少しずつ良くはなってきているので、また東京帰って検査してなんですけど、できることっていうのも少しずつ増えてきているので、そういうところ、自分の鍛えれるところっていうのをしっかり期待させて、復活したときに一気にポンポンって上にこう上がれるような、ようにするためにも、普段からこう、行っていかないとなって思いますね。力士たちはそんな感じですかね。四郎さん、五郎さんは、東京もそうですけど、でもよいしょよいしょではこう顔を出してくれて、部屋に差し入れだったりとか、持ってきてくださったりとか、本当に力士たちもみんな四郎さん、五郎さんのことを大好きなので、もうありがたい存在だなと思います。まだ床山の床直はみんなの頭をやって、本当床山さんってなかなか光浴びづらいんですけど、すごく気配りもできる人だから、すごく気配りも、できる人間なんで、自分個人的には本当に助かってますね。今場所を通して、一言というか、ございましたらお願いします。めちゃくちゃ楽しかったんですけど、めちゃくちゃ疲れたっていう、初めての場所で、本当に疲れることもたくさんあるんですけど、やっぱり場所中だったりとか、でも本当に楽しく、やらせてもらえたなっていう、楽しいと、本当に疲れたっていうのとなんですけど、でもパッて思うとやっぱり楽しかったなってことですかね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。